皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。現在、直行線点法について説明しています。前回は線点、すなわち計算点を高精度で求める方法を説明しました。今回はこの線点を使って線点乗数を計算するため、直行線点法が提案された頃よく使われていた旧法について予備的な話をします。本計算法は大きな計算誤差を生じるため、使ってはいけないことを前置きします。前回の動画で示しましたように、直行線点法により二点境界値問題を解く方法を一般化した手順は次のようになります。まず、計算精度に応じて線点数 n、すなわち計算点の数を与えます。次に、微分方程式の計算領域内に割り当てられる n 個の線点をヤコビの多項式を使って計算します。次にこれらの線点を使い、1回微分、2回微分の同関数を近似するのに必要な線点乗数を計算します。微分方程式の解を正しく計算するには、線点乗数の正確な計算が必要です。直行線点法が提案されてからしばらくは、これを計算するのに本動画で述べる旧法が使われていました。しかし、この方法では大きな計算誤差が生じるため、微分方程式の正しい解が得られなくなります。次回の動画で線点乗数の高精度計算法について述べますが、その前に旧法の計算アルゴリズムを理解してみましょう。以前、境界条件を考慮した二点境界値問題の解に対して、指向関数を1式で与えました。しかし、ここでは計算法の一般性を高めるため、本式を一般化した2式を用いることにします。これにより、線点 xi を使った y1 回微分、2回微分、ラプラシアンは、それぞれ3、4、5、6式で近似されます。これらの式をすべての線点に対して表すと、7、8、9、10式となります。ここで右半分の鍵括弧はベクトルを、両方の鍵括弧は行列を表します。また、各式の行列成分は右の式で与えられます。続いて、7式をベクトル d について解き、11式のように表します。これを全ページの同関数へ適用すると、12、13、14式となります。ここで行列 A、B、B アステリスクの成分を線点乗数と言います。12、13、14式は1回、2回微分、ラプラシアンが指向関数中の係数 di を使わずに線点における関数値の和で表されることを示しています。全ページの12、13、14式によれば、
各線点乗数の行列は15、16、17式で与えられます。結局、線点乗数はこれらの式を使い、行列演算を行って計算することになります。本計算では大きな桁落ち誤差が生じます。線点数が20以上になると、計算値の精度はほぼゼロになることが私たちの研究で明らかになりました。それは行列成分を構成する個々の線点の絶対値が大きく異なることが原因でした。計算された線点乗数は微分方程式の解の精度を著しく低下させてしまいます。したがって旧法を使ってはいけません。次の動画でお話しする高精度計算法を使うようにしてください。このように計算過程に行列演算が含まれる場合、計算値の精度が大きく低下してしまうことがあるので注意が必要です。仮に線点乗数を精度よく計算できたとしましょう。線点乗数の積分を使うと、各線点における1回、2回微分およびラプラシアンの値を18、19、20式により計算することができます。微分方程式に対して数値解が得られたとき、これらの値を使って積分計算を行わなければならないことがあります。よってここで数値解を使った数値積分法を説明します。固定化酵素反応の場合、この積分は触媒有効係数の計算になります。数値積分には21式で表されるガウス型積分法を用います。この理由は、得られた高精度の数値解を使い、少しでも信頼できる積分値を得るためです。ここで W は重み係数です。この係数を行列 Q と関係づけるため、21式に27式を適用して積分すると23式を得ます。この関係は24式で表され、これをベクトル W について解くと25式を得ます。すなわち F と Q の逆行列から重み係数のベクトル W を計算することができます。これを23式へ適用すると、数値積分を高精度で行うことができます。詳細は後の動画でお話しします。以上が旧法による線点乗数の計算手順です。複雑な式の羅列になりましたが、各式の意味をよく考え、数式の理解力を高めてください。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。